新しい薬って偶然見つかるものだと思っていませんか？実は今その常識がデータによって根本から覆されようとしてるんです。今回はその革命の最前線、創薬の世界がどう変わっていくのか、その核心に迫ります。まずこれまでの薬作りがどれだけ大変だったかちょっと見てみましょう。いや本当に気が遠くなるような道のりだったんですよ。一つの薬が世に出るまでにかかる時間は10年以上、コストはなんと数千億円。しかもそのほとんどが途中で失敗に終わるんです。だからこそもっと早く、もっと安く、そしてもっと賢い方法がもうずっと求められてきたわけです。昔から僕たちの薬箱は実は自然そのものだったんですよね。有名なペニシリンだって元は青カビからです。でもその見つけ方があまりにも非効率的だった。広大な自然という干し草の山の中からたった一本の針を手探りで偶然に頼って探すようなものだったんです。その状況をガラッと変えるゲームチェンジャーが現れます。それが今回の主役、中国天然物データベース、通称 CMNPD です。一体これは何なのか気になりますよね。まずとにかくその規模に圧倒されます。なんと3万種類以上。植物や微生物、海の生き物たちが持つありとあらゆる化合物の情報がここに集められてるんです。もう自然が持つ科学の可能性を丸ごとデジタル空間に持ってきたと言ってもいいくらいです。でも大事なのは数だけじゃないんですよ。CMNPD の本当にすごいところはその中身の濃さ。一つ一つの化合物についてどんな形をしているのか、体にどう作用するのか、そしてその根拠となった科学論文はどれかというめちゃくちゃ質の高い情報が全部紐づいているんです。これはただのリストじゃありません。信頼できる知識の塊なんです。まさにこう言えるんじゃないでしょうか。自然が何億年もかけて作り上げた設計図の宝庫。そう、これらはランダムな分子の集まりなんかじゃない。自然が進化の過程でこれが効くと見つけ出したいわば実績のある設計図そのものなんです。じゃあなんでその設計図がそんなに価値があるのか、それを理解する鍵が化学空間っていう考え方なんです。世の中のすべての化合物をプロットした巨大な地図を想像してみてください。今まで人間が作った薬ってその地図のごく一部のエリアに固まってるんです。でも CMNCPD が示してくれるのはまだ誰も足を踏み入れたことのない未踏の領域。そこに全く新しい薬のヒントが眠っているわけです。さてこのとんでもないデジタルライブラリーを手に入れた僕たちはどうやって100万もの可能性の中からたった一つの完璧な候補を見つけ出すんでしょうか。その最先端のプロセスをちょっと覗いてみましょう。流れはこうです。まず広大な化学空間の地図から薬の元になりそうな有望な骨格を探し出す。次にコンピューターの中で何千何万という化合物を病気の原因にぶつけてみて相性をチェックする。そして最後に AI を使ってその候補がちゃんと人の体の中で機能するそうか安全かを予測する。この3ステップで創薬のスピードが劇的に上がるんです。さっき出てきたインシリコって言葉気になりますよね。これ要するにコンピューターの中でっていう意味です。病気になるタンパク質を鍵穴だとするとデータベース上の化合物っていう鍵がカチッとはまるかどうか。この作業を昔は実験室で一つ一つやっていたのを今やコンピューターが何万通りも一瞬で試してくれるんです。すごいですよね。でもパズルがはまるだけじゃダメなんです。ここがめちゃくちゃ重要で ADME 予測っていうステップが入ります。いくら効果があっても体に吸収されなかったり目的の場所に届く前に分解されちゃったら意味ないですよね。この ADME、つまり吸収、分布、代謝、排泄の旅を AI が予測して見込みのない候補を早い段階でふるい落としてくれる。これで時間とお金の膨大な無駄がなくなるわけです。じゃあ理屈は分かったけど、これって本当に役立ってるのって思いますよね。もちろんです。すでに素晴らしいインパクトをもたらし始めてるんです。現実世界での応用例を見てみましょう。これほんの一例ですけど希望に満ちてますよね。例えば治療がすごく難しいがん、これに対して植物から新しい武器が見つかっている。あるいは抗生物質が効かなくなったいわゆるスーパーバグ、これと戦うための新しい抗生物質が深海の微生物から発見されている。自然界のデジタルライブラリーが人類の大きな課題に答えをくれ始めている証拠です。でも話はここで終わりません。むしろここからが本番かもしれません。
この膨大なデータと人工知能 AI が本格的にタッグを組むことで、医学の次のフロンティアが今まさに切り開かれようとしています。考えてみてください。AI って大量のデータからパターンを学ぶのが得意ですよね。そして CNPD はいわば自然界の成功例だけを集めた究極の教科書なんです。最高の生徒である AI がこの最高の教科書で学ぶ。この組み合わせがとてつもない可能性を秘めているのはもうお分かりですよね。そしてその行き着く先がこの生成的創薬という考え方です。もう SF の世界みたいですよね。AI がただ探してくるだけじゃなくて創造的なパートナーになるんです。自然の設計図を完璧に学習した AI が人間では思いもつかなかったようなもっと効果的でもっと安全な薬をゼロから設計し始める、そんな未来がすぐそこまで来ています。この言葉が今の変化をすごく的確に表していると思います。データベースはもう昔ながらの分厚い辞書じゃない。未知の治療法という宝馬へ僕たちを導いてくれる不可欠な羅針盤になったんです。自然が何十億年もかけて書き上げた壮大な治療法のライブラリー、そしてそれをようやく解読できるようになった AI という賢い読者、この2つが揃った今、僕たちは次に一体どんな新しい扉を開くことになるんでしょうか。一つだけ確かなのは、医学の未来がこれまで以上にエキサイティングなものになるということです。